今回は視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第8弾、宇宙プラットフォームの作り方を完全解説します。ファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が、乾燥ベルトを一切使わない超ミニマムな宇宙船の作り方や、ブルカヌスやフルゴラなどへの上陸方法や、全自動で他の惑星のサイエンスパックを輸送する方法など全て解説します。この先攻略に不可欠な情報が行き着く間もないスピードで続きますので、今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、宇宙プラットフォームハブを打ち上げ。まずは宇宙プラットフォームスタートパックを打ち上げて、宇宙プラットフォームの土台を作ります。まずロケットサイロを左クリックして、宇宙プラットフォームからの自動リクエストにチェックを入れます。そうすると新しいスペースプラットフォームを構築のボタンが有効になりますので、左クリックします。次に画面の左上に新しい宇宙プラットフォームのダイアログが表示されますので、プラットフォームの名前を入力して作成ボタンをクリックします。しばらく待つと建設ロボットが宇宙プラットフォームスタートパックをロケットに搬入し、ロケットが発射されます。リモートビューの左上に表示された新しいプラットフォームを左クリックすると、このように宇宙プラットフォームが開きます。ちなみに工場長は宇宙プラットフォームハブの外には出られませんので、建設は全てリモートビューで行います。ところで皆さんはロケットの打ち上げ設定を最初から自動リクエストに任せる派ですか？それとも資源を節約するために最初は手動で管理する派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター2、回路設定を流用。アステロイドを収集。宇宙プラットフォームで最初に着手するのは宇宙で無限に集められる資源、アステロイドの収集です。まずロケットサイロをリモートビューで開き、アステロイド収集機にマウスオーバーしてQ キーを押し、ロケットインベントリで G キーを2回押してアステロイド収集機を2個搭載します。このように手動で積み込む際は宇宙プラットフォームからの自動リクエストをオフにする必要があります。同様に算術回路と定数回路を2個ずつ、破砕機を1つ、ロングアームインサーターを6個、ソーラーパネルを12個、そして残りのスロットを余らせるのはもったいないので、宇宙プラットフォーム基板をゴーストで積み込みます。建設ロボットが全てのアイテムを積み込んだのを確認したら、貨物を配送するボタンをクリックし、対象の宇宙プラットフォームをクリックすると、アイテムが宇宙プラットフォームに搬入されます。続いてアステロイド収集機をレイアウトします。今回は時短バージョンでのご紹介です。まずスペースサイエンスパック生産用の宇宙プラットフォームを開き、シフトキーを押しながらこのようにコピーして、右クリックで電気炉やインサーターなど不要なアイテムを除外して建設計画を作成ボタンをクリックします。次に宇宙プラットフォームを変更してシフトキーを押しながら左クリックしてゴーストを貼り付け、定数回路と条件回路を切り取って貼り付ければ、面倒な回路設定や赤ケーブルの接続などが不要になります。最後に宇宙プラットフォーム全体を選択してコピーし、H キーで左右反転させて貼り付ければ、アステロイド収集機のレイアウトは完成です。ソーラーパネルをこのように設置すればアステロイドの収集が始まります。ちなみにこの回路設定の仕組みについては前編の動画で詳しく解説しています。もしよろしければ概要欄からご覧ください。チャプター3、回路制御で止まらない。鉄板を無限生産。アステロイドを集められるようになりましたら、続いて鉄板を大量生産する工場を作ります。まず鉄鉱石を生産するために破砕機とロングアームインサーターを設置します。破砕機のレシピを
金属質アステロイド破砕に変更し、ロングアームインサーターの一つをブイキーで反転させると鉄鉱石の生産が始まります。そのままでは鉄鉱石を作り続けて宇宙プラットフォームが満杯になってしまうので、宇宙プラットフォームとロングアームインサーター2つを緑ケーブルでつないで、フィルターには鉄鉱石を設定し、回路ネットワーク設定に鉄鉱石小なり500と設定して、500個以上の鉄鉱石を宇宙プラットフォームに搬入しないようにします。また残りのロングアームインサーターには金属質アステロイドのフィルターを設定して、20% の確率で副産物として生産される金属質アステロイドを排出するようにして詰まりを防止します。これで鉄鉱石が止まることなく生産できるようになりました。次は電気炉で鉄板に精錬します。まずロケットサイロをリモートビューで開き、ロケットインベントリに電気炉6個、組み立て機2個、ロングアームインサーター16個、エネルギー効率モジュール18個、残りのスロットは宇宙プラットフォーム基板で埋めてロケットを打ち上げます。次に電気炉を設置します。緑ケーブルでつないだインサーターを宇宙プラットフォームハブごとシフトキーを押しながらコピーし、パラメータを鉄板に変更して貼り付けます。そのうち1つのインサーターのフィルターを鉄鉱石に変更して H キーで左右反転させると鉄板の生産が始まります。この電気炉を宇宙プラットフォームごとコピーし、V キーを押して上下反転させて貼り付けます。これを切り取って下側に貼り付け、もう一度コピーして貼り付けすると左側に3台の電気炉が設置されます。最後にこれらをコピーして H キーで左右反転させて貼り付けすると全部で6台の電気炉が設置できます。これでは電力が不足しますのでエネルギー効率モジュールを挿入します。チャプター4、宇宙で通常弾薬を生産、4000個を備蓄。鉄板の生産が安定しましたので、続いて宇宙の敵アステロイドを破壊するために必要な通常弾薬の生産を始めます。まずソーラーパネルを移設して、インサーターを宇宙プラットフォームごとシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを通常弾薬と鉄板に変更して貼り付けます。次に組み立て機を設置してレシピを通常弾薬に変更すると通常弾薬の生産が始まります。組み立て機にも節電のためエネルギー効率モジュールを挿入します。最後に組み立て機とインサーターを宇宙プラットフォームハブごとコピーして H キーで左右反転させて貼り付ければ完成です。これで鉄板は毎分200枚、通常弾薬は毎分50個も作れる生産体制が整います。クリアするまでに主に通常弾薬の材料として10万個を超える量の鉄板を使います。最初から止まらずに生産をしておくのがおすすめです。宇宙で鉄板を作ってしまえばロケットの打ち上げ回数も節約できます。特急便の実績を達成するのにも効果的なテクニックです。そこで大量の鉄板と通常弾薬を作りためておけるようインベントリを拡張します。まずロケットサイロを開き、ロケットインベントリにカーゴベイ9個、残りのスロットに宇宙プラットフォーム基板をセットして打ち上げます。次にカーゴベイ9個をこのようにレイアウトすればインベントリの拡張工事は完成です。カーゴベイ1つあたりインベントリが20スロット拡張されますので、合計で180スロットもインベントリが拡張されます。インサーターの回路設定でそれぞれ500個までの資源しか生産されませんので、宇宙プラットフォーム全体をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを4000と10に変更して貼り付けます。これで4000個まで生産されるようになりました。アステロイドも10個まで収集されます。ここまでの生産統計を確認すると、すでに鉄板が3000枚も生産されています。
ロケット3回分の打ち上げを節約できている計算になります。チャプター5、宇宙の推進力、スラスター燃料を生成。ここからは宇宙での推進力を得るためのスラスター燃料とスラスター酸化剤を作ります。まず化学プラント3台、破砕機2台、ロングアームインサーター11個、エネルギー効率モジュール13個、残りは宇宙プラットフォーム基板で埋めて打ち上げます。次に破砕機を宇宙プラットフォームハブごとシフトキーを押しながらコピーして、レシピを酸化物アステロイドの破片、氷、酸化物アステロイド破砕200に変更して H キーで左右反転させて貼り付けます。金属質アステロイド破砕の破砕機を切り取って位置を変更し、今度は酸化物アステロイド破砕の破砕機をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを炭素質アステロイド、炭素質アステロイドの破砕に変更して H キーで左右反転させて貼り付けます。次は化学プラントを設置してスラスター燃料とスラスター酸化剤を作ります。まず組み立て機のレシピをパイプに変更してパイプを生産します。生産されたパイプを右クリックすると瞬時に宇宙プラットフォームハブに格納されます。ある程度出来上がりましたらレシピを地下パイプに変更して地下パイプを作ります。組み立て機の材料スロットにマウスオーバーして Q キーを押し追キーを10回押すと地下パイプを生産できます。生産が終わったらレシピを通常弾薬に戻します。ちなみにこのように宇宙でパイプを生産することによってロケットの打ち上げを節約できます。次に化学プラントをこのように2マス開けて3個設置します。左からレシピ設定をスラスター酸化剤、氷の融解、スラスター燃料に変更し、パイプを接続して真ん中の化学プラントを V キーで上下反転させます。最後にロングアームインサーターを設置して金属質アステロイド破砕の破砕機を切り取って横向きにして設置すれば燃料生産の準備は完了ですと思ったのですが、破砕機を逆に置いてしまっていたので入れ替えましたところ生産が始まりました。節電のため化学プラントにはエネルギー効率モジュールを挿入します。チャプター6、スラスターとガンタレットで他の惑星に出発。いよいよ最後の仕上げ、スラスターとガンタレットを設置します。まずスラスター2台、ガンタレット9台、ロングアームインサーター18個を打ち上げます。次にスラスター2台をこのように設置してスラスター酸化剤の化学プラントとスラスターはパイプで接続し、スラスター燃料の化学プラントとスラスターは地下パイプも使って接続することでコンパクトに接続できます。次はガンタレットの設置です。まず設置する場所を確保するためソーラーパネルを切り取ってこのように移設します。次にガンタレットをこのように9台設置して最後にインサーターで接続すれば宇宙プラットフォームの完成です。それでは他の惑星に出発します。宇宙プラットフォームの動かし方は機関車とほとんど同じです。まず宇宙プラットフォームを左クリックで開いて駅の追加をクリックしナウビスを設定します。次に発射条件を追加をクリックして貨物アイテム数を通常弾薬台なり1000と設定し、もう一度発射条件を追加をクリックして非アクティブを設定します。最後に駅を追加ボタンをクリックしてブルカヌスを選択すれば条件設定は完成です。ブルカヌスの横にある三角ボタンをクリックすると宇宙プラットフォームがブルカヌスに向けて出発します。ちなみに今回はガンタレット9台と少なめの構成ですが、物理ダメージや武器連射速度の研究が進んでいない場合はガンタレットの台数を増やしておくと安心です。青サイエンスパックで研究できる物理ダメージ5と武器連射速度5までアンロックできていればガンタレット9台でも
ブルカヌス、フルゴラやグレバに到達できます。また通常弾薬はこのようにたくさん使えますので、今回の条件設定のように1000個を積んでおくと弾薬が切れることなく往復できます。ところで皆さんは最初の惑星どこを選びましたか？ブルカヌス、フルゴラ、それともグレバ。ぜひコメント欄で最初に冒険した惑星を教えてください。チャプター7、荷物を預けて新たな惑星に出発。宇宙プラットフォームが航行できるようになりましたので、乗り込んで他の惑星に上陸します。まず宇宙プラットフォームには荷物を持ったままでは乗り込めませんので、全てチェストに預けてインベントリを空にします。忘れがちなのですが、弾薬スロットの弾薬も持ち込めませんので外してチェストに預けます。一方でアーマーと武器は装備したまま登場できます。このようにアーマーには装備モジュールを満載して登場するのがおすすめです。グレバに出発する場合は序盤にあると便利なコンバットショットガンを装備しておくのがおすすめです。ロケットサイロに近づき左クリックで開くと宇宙プラットフォームへ移動のボタンが有効になっているので、これを左クリックして乗り込みたい宇宙プラットフォームを選択すると工場長がロケットに乗り込みカーゴポットで宇宙プラットフォームに着陸します。工場長が乗り込みますと右上のマップの下に惑星に降下のボタンが現れますので、左クリックして今回はフルゴラを選択します。その上で宇宙プラットフォームを左クリックして開き、駅の追加をクリックしフルゴラを選択すると目的地に向けて出発します。フルゴラに到着すると工場長を乗せたカーゴポットが惑星に投下され上陸できます。ちなみにフルゴラの軌道上では太陽光の発電効率が 120% と他の惑星に比べて低いので、そのままでは停電してしまいます。ですのでこのように隙間に蓄電池を設置しておけば到着直後に全館停電といった事態を予防できます。ところで皆さんは宇宙プラットフォームでの移動中、燃料や弾薬が尽きて宇宙に漂流したことはありませんか？こんな絶望の瞬間をぜひコメント欄で教えてください。チャプター8、割り込み設定で惑星間を全自動輸送。宇宙プラットフォームは他の惑星固有のサイエンスパックや電磁プラント、鋳造炉などを惑星間で移送するのにも使います。そこでここからはアイテムが足りなくなったら他の惑星から全自動でアイテムを持ってくる設定方法を解説します。まず宇宙プラットフォームハブを開いてセクションを追加をクリックし、夜勤サイエンスパック2000個と設定します。次に鉛筆マークをクリックしてグループ名を指定します。そして割り込みを追加をクリックして名前を入力し確認ボタンをクリックします。割り込み条件を追加をクリックして貨物アイテム数を選択し夜勤サイエンスパック=0と設定します。割り込み駅をブルカヌスに設定して発射条件を追加をクリックして非アクティブを設定すれば完了です。自動モードを選択するとブルカヌスへの割り込み設定が追加され宇宙プラットフォームがブルカヌスへ発進します。ブルカヌスに到着するとロケットサイロに2000個の夜勤サイエンスパックが積み込まれて打ち上げられ宇宙プラットフォームに搬入されると発進します。ナウビスのカーゴ膠着パッドを開きセクションを追加をクリックして鉛筆マークをクリックし先ほど指定したグループ名を選択すると宇宙プラットフォームから夜勤サイエンスパックが投下されます。ちなみにナウビス以外の惑星では停泊中にアステロイドが衝突し宇宙プラットフォームが破損することがあります。この対策として有効なのが王壁とリペアキットです。停止していれば王壁へのダメージは軽微です。なので
リペアキットがあれば破壊されません。そのため停泊中はガンタレットを停止して弾薬を節約するのもおすすめです。まず宇宙プラットフォームを左クリックしてスピードを読み込むにチェックを入れます。次に宇宙プラットフォームとガンタレットを緑ケーブルでつないで、最後にガンタレットの回路設定を V !NOT=0 と設定すれば完成です。これで停泊中はガンタレットを停止できます。ちなみに宇宙プラットフォームの速度は横幅に依存します。このように幅が狭いほど速くなります。カーゴベイやソーラーパネルまで防壁で囲むと安心ですが、この守りと引き換えに速度が低下することは覚えておきましょう。もし今回の動画のいいねやコメントが多いようでしたら、フルボラ攻略を少しお休みして、次回は宇宙プラットフォームで悪色に行くための搬送ベルトを一切使わない物資輸送船の作り方を解説します。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。